Hey guys! Welcome to おかみず酒 ABC 3代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。今回は日本酒の保管方法についてお話ししてみたいと思います。皆さんは日本酒を買った後どのようにご自宅で保管されていますか？日本酒を美味しく飲むためには買った後の保管方法も大切なポイントになります。日本酒をより美味しく飲むため楽しく飲むために今日も知識を皆さんにお伝えしていきたいと思います。 Let's get started! Here we go! 以前もご登場いただきました酒屋さんの社長さんです。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。日本酒を買った後どのようにご自宅の方で保管すればいいのか、美味しい状態を保つにはどうしたらいいのかを教えていただきたいと思います。やはり温度と光ですね。紫外線が一番、品質に良くないというふうに言われております。紫外線はやはり避けた方がいいものなんですね。やっぱりお酒は温度よりも光を注意しなきゃいけないというふうには言われてます。保管方法としては、はい、ワインの方もワインセラーなどに入れてはい、保管するようなことが多いんですけど、日本酒もやっぱり同じような感じでワインセラーの場合は、15度前後で、あと湿度も関係してきますよね。それと振動ですね。お酒に対して振動を与えないようなものがワインセラーと言われているもので、日本酒もそのワインのように湿度とかそこまではあまり気にしないんですけれども、ただ暗くって涼しいところ、生のお酒は5度ぐらいの冷蔵庫に入れるが一番ベストです。日本酒の保管方法としては一番いいやり方ですね。そうですね。はい。こちらの方の冷蔵庫の中を見ると、瓶の色がいろいろとこうあるんですが、これは何か違いがありますか？これはですね、茶色とかグリーンとか黒とかっていう色のついたものを使って瓶そのもので紫外線をできるだけ、カットしているという工夫をされてます。こちらのこのビニールがやってるのは紫外線カットのフィルムを巻いた状態で出荷してらっしゃる蔵もあります。何重にも瓶の色もさることながら、はい、その上にもビニールコーティングをして、はい、UV をさらに避けるということの、はい、大切にしている日本酒をこう届けるということには、そうです。はい。こちらの方でも紫外線を避けるための工夫としては、はい、やはり冷蔵庫自体がもう冷蔵庫の蛍光灯、これも紫外線を 99% カットになってます。はい、今度は温度管理なんですけれども、はい、お店自体がこうひんやりとする感じがするんですが、はいはい、だいたい四季を通じて20度前後でやっております。やはりこう低温で少しこう寒い感じぐらいの店内の方のが保管するにはやはりいいんですね。はい。はい、じゃあご自宅に帰った時も、はい、やはりこう冷たいところ、要は暑くなりすぎないようなところとか、そうですね、冷蔵庫とか、はい、そういうところで保管した方がいいんです。そうです。持ち帰られたら新聞紙にくるんでいただいて、光が当たらない状態で冷暗所で保管していただく、もしくは冷蔵庫で保管していただくのが一番いいと思います。やはり日本酒を美味しく飲み続けるためには、はいはい、紫外線を避ける、はい、温度管理をちゃんとするということにすると美味しく日本酒が飲めるということになりますね。はい、その通りだと思います。で日本酒を買ってきた場合にどのくらいで飲み切った方がいいですか？一番ベストは開けたらできるだけ早く、そうですね、3日で召し上がっていただくのがいいと思いますし、ただお酒は生き物なので開けた時と例えば1週間後はやっぱり変わってます。それはその変化を楽しむっていうのも日本酒の醍醐味でもあるので、そうすると味が変化するというのは、はい、どういう状態になっていくんですか？結局線を抜いた時点で空気と触れ合いますから、ここから酸化が進んでいくということになりますので、落ち着いた味に変わっていきますので、ここで
風味の変化が現れてきます。で次にこの酸化が進みすぎた時の状態の見極め方というのはやはり味と色。そうですね。あれと思うようなやっぱり鮮明感がなくなってくると思います。やはりじゃあ色が透明から黄色になる。なんかこう、ね、なんとなく濁ってきたかなっていうような気もしますし、飲まれればやっぱりちょっとこう酸っぱくなってきたかなっていう気がすると思います。ワインビネガーのような感じになってきますかね。そこまでとは思わないんですけども、やっぱりビネガーはそのように作ってますので、そこはそのようにビネガーになっちゃったっていうわけではないと思います。酸化が進みすぎた日本酒ってどういうふうにすればいいですか？捨てるのはもったいないですから、やっぱりお料理に使っていただければよろしいかと思うんですけれど。ワインでもそのように使うっていうやり方もありますけど、悪くなったからというわけじゃなくて、日本酒もお料理に使いますので、せっかく買ったものが、ちょっと期間が空いてちょっと酸っぱいなと感じたら、やっぱりそれはもう無理して飲むというよりもお料理にしたら使いますので。そうですね、やはりもったいないですもんね。もったいないので、だからお魚の臭みを消すとか、煮込み料理などに使うっていうのも手ですね。そう思います。やはり日本酒は美味しい状態で飲むには、冷たくした状態、紫外線を避けた状態、開けたら 2,3 日後というのが理想ですね。一番ベストです。わかりました。美味しい状態のままで日本酒を楽しんでいただくためにも、今回ご紹介したポイントをぜひ参考になさってください。日本酒って楽しそうだな、面白そうだな、飲んでみたいなと思っていただけたらとても嬉しいです。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 Please subscribe to my channel. See you next time. Bye.